プラス AI ニュースラボ。今回のディープダイブへようこそ。今日はですね、あなたが共有してくれた資料、統計データとか、政府の未見専門家の提言なんかを元にして、今の日本と外国人住民の関係性についてちょっと深く見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ミッションとしては、日本はもう事実上の移民大国なのかっていう問いと、あと、共生社会のリアルな課題って何だろう？ここにギュッと短時間で迫っていきます。はい。じゃあ早速本質に入っていきましょうか。まずね、数字がこれ、すごいですよね。日本に住む外国人の方、もう約377万人。総人口の 3% 近くになってて、しかも1年で 10% 以上も増えてるって、ちょっと驚きじゃないですか。そうですね。この伸び率はやはり注目すべき点です。この数字だけ見ると、もう移民が多い国って言えそうな気もするんですけど、どうなんでしょう。まさにその数字が現状をはっきりと示していますね。背景としては、日本の人口減少と深刻な人手不足があります。ああ、やっぱりそこですか。特に技能実習とか技術人文知識国際業務、いわゆる専門職ですね。それと留学生。このあたりが増加を引っ張っています。なるほど。出身国別で見ると、中国、ベトナム、韓国といった国々が多い状況です。ただ、ここが非常に興味深いというか複雑な点なんですが、はい。日本政府としては、いわゆる移民政策は、これは採用しないという立場を一貫して崩していないんですよ。へえ、現実の数字はどんどん増えているのに、公式な建前としては移民政策じゃないと。そこになんか大きなギャップがあるってことですね。おっしゃる通りです。これどうしてこういうねじれみたいな状況が生まれてるんですかね。政府が使う移民っていう言葉の定義がかなり限定的なんですね。基本的には永住を前提として家族単位で期限なく受け入れるようなそういう形を指しているんです。ああ、なるほど。かなり狭い定義なんですね。ええ。しかし実態を見てみるともう多くの外国人の方がかなり長期滞在にわたって日本で生活の基盤を築いているわけです。ですよね。ですから専門家の間ではこれはもう国際的な基準に照らし合わせれば事実上の移民受け入れ状態にあるんじゃないかと、そういう見方が主流です。事実上はもう移民受け入れが進んでいると。そうなんです。特に最近では特定技能2号のように長期滞在とかあるいは永住権取得への道を開くような制度も出てきています。はいはい。なので言葉の定義はさておき実質的な多文化共生社会というのはもう進行中であると、これが共通認識になりつつあると言っていいでしょうね。なるほど。事実上の多文化共生社会がもう始まっているんだと。じゃあこの状況をもっと良くしていく、うまく機能させるためには、資料からはどんな課題と、解決策が見えてきますか？まずはやっぱり社会にどう溶け込んでいくかというあたりでしょうか。それがまさに共生基盤の整備という課題ですね。ここで重要なのは単に外国人を数として受け入れるだけじゃなくて、私たち日本人住民側の意識を変えていくこと。意識改革ですか？そうです。偏見とか差別をなくしていく努力、それから異文化をちゃんと理解しようとする教育、そういう姿勢がまず求められます。そして外国人の方をいつまでもお客さん扱いするんじゃなくて、同じ地域の担い手なんだと。ああ、地域の担い手。そういう認識をお互いが持つこと、そして日常的に交流できるような場を意識的に作っていくこと、これは双方に求められることですね。確かに。言葉の壁もやっぱり大きい問題ですよね。日本語ができないと、日々の生活も仕事も相当大変じゃないですか。まさにそこは大きな課題です。生活や仕事をする上で本当に必要な日本語をもっと体系的に継続的に学べる環境を整えることが急務です。それと同時に、例えば役所からのお知らせとか、そういう行政情報なんかを優しい日本語で発信。優しい日本語。はい。つまり外国人にもわかりやすいシンプルな言葉や文法で伝える工夫ですね。これも非常に重要です。あとは多言語対応の相談窓口とか、情報提供をもっと強化していく必要もありますね。生活全般のサポート。例えば医療とかお子さんの教育とか、そういう面ではどうでしょう？そこも非常に重要な課題として挙げられていますね。在留資格の手続きから始まって仕事探し、
医療、福祉、子供の教育まで、生活のいろんな段階で出てくる困りごとを、一箇所で、しかも多言語で相談できるような、そういうワンストップの窓口が求められています。なるほど。ワンストップ窓口。ええ。それから、医療通訳をどう確保するかとか、外国人患者を受け入れてくれる病院を分かりやすくリスト化するとか、災害が起きた時に多言語でどうやって情報を伝えるかとか、具体的な対策がいくつも挙げられています。企業側の役割も結構大きいんじゃないかなって感じるんですが、資料ではそのあたり何か指摘はありましたか？企業に対してはですね、まず、外国人労働者の方々の適正な労働条件をしっかり確保すること。例えば、社会保険への加入をちゃんと促すとか、そういう基本的なところですね。はい。それに加えて、社内で異文化理解を進めるための研修を行ったり、職場でも優しい日本語とか、あるいは優しい英語を使うことを推奨したり。優しい英語もですか？あとは、食事の習慣とか、宗教上の配慮とか、そういう単なる労働力として見るんじゃなくて、一人一人の人間としてちゃんと尊重する、そういう文化と制度を作っていくことが不可欠だと、そう指摘されていますね。なるほどな。とはいえ、一方で、外国人が増えることに対してちょっと心配する声、例えば治安が悪くなるんじゃないかとか、社会的なコストが増えるんじゃないかとか、文化的な摩擦が起きるんじゃないかみたいな、そういう懸念とか反発の声も資料では触れられていましたよね。これにはどう向き合っていけばいいんでしょうか？そうした懸念の声は決して無視すべきではありません。大切なのは感情論ではなくて、具体的なデータに基づいた対策をきちんと示していくことです。具体的な対策。はい。例えば、在留資格の審査は厳格に行うこと。それから、日本に来た方々に、日本の法律とか社会保障制度についての基本的な知識をちゃんと提供すること。受け入れに伴って発生するコストをどう公平に負担していくか、その方法を議論すること。こういったことが挙げられます。それから、例えば技能実習制度のように、人権上の問題点が指摘されやすい制度については、やはり見直しを進めていく必要があります。はい。これは、回り回って日本人労働者の雇用環境を守ることにもつながる、という考え方もありますね。なるほど。偏見とか差別そのものをなくしていくためにはどうしたらいいんでしょう？これには2つのアプローチが必要だと考えられています。一つは法的な整備。例えば、ヘイトスピーチ解消法の内容をもっと広く知らせて、人権侵害が起きた場合には厳正に対応すること。はい。もう一つは、草の根レベルでの地味な交流の促進です。これが両輪となって進む必要があります。草の根の交流。特に、地域のお祭りとか、スポーツイベントとか、そういう場を通じてお互いを直接知ること。そうやって生まれる顔の見える関係を作っていくことが、根強い不安とか不信感を和らげる一番効果的な方法だとされています。顔の見える関係ですか？はい。これはもう政府だけ、自治体だけじゃなくて、企業も、そして私たち地域住民一人一人が長い目で見て一緒に取り組んでいくべき課題と言えるでしょうね。さて、今日のディープダイブをまとめると、日本は今、統計が示す外国人住民の急増という、避けられない現実と、でも公式には移民政策を採用するっていうスタンスのちょっと複雑な板挟み状態にあるということですね。そうですね。そして本当に機能する共生社会を築いていくためには、社会への統合、言葉の問題、生活の支援、そして国民が持つ懸念、こういった課題すべてに正面から取り組む必要があると。まさにその通りです。そしてここで強調したいのは、これが単に外国人をどうサポートするかという問題だけじゃないということなんです。と言いますと？これは同時に受け入れる側の私たち日本社会自身がどう変わっていくのか、どう成熟していくのかという私たち自身の問いでもあるということですね。なるほど。受け入れ側の成熟度も問われていると。深いですね。最後に、あなたがさらに思考を深めるための問いを一つ投げかけてみたいと思います。はい。今日の資料では主にどうやって共に生きていくかという実践的な方法論に焦点が当たっていました。でももう一歩踏み込んで、なぜ私たちは自分たちと違うかもしれない文化とか社会の変化に対して不安を感じてしまうことがあるんだろうか。その不安の根っこにあるものって何なんだろう。
そしてその感情って、これからますますグローバル化していく世界の中で、私たちっていうアイデンティティについて何を教えてくれるんだろうか。このあたりをあなたなりに考えてみるのも面白いかもしれませんね。